今回は1992年、マーチン・ブランドルがシューマッハのチームメイトになった時に、シューマッハの左足ブレーキングのドライビングに気づいて、その速さに対抗するために、ブランドルもドライビングを変えました。もともとブランドルは左足ブレーキをする人ではなかったですけども、ドライビングをどのように変えていったのかっていうのを見ていきたいと思います。まず最初に、ブランドルはそもそもどういうドライバーなのかっていうのを紹介したいと思います。ブラバム時代のチーフデザイナー、セルジオ・リンランドさんはこう言ってます。マーチンは非常に論理的で、マシンで起きている物理現象を的確に言葉にできるドライバーだった。BT58 は予算が限られていたが、彼のフィードバックのおかげで無駄なセットアップ瞑想をせずに済んだ。ブランドルさんは論理的で、車の動き、車に何が起きてるのかっていうことをきちんと説明できる人だったんですね。そのおかげで当時お金がなかったブラバムはマシンのセットアップで迷走せずに済んだとブランドルさん褒めてますね。何しろ論理的なドライバーなんだなってことがわかります。で、92年の話になります。ブランドルはシューマッハに対して予選決勝ともに決定的なタイム差をつけられた。ブランドルがエンジニアとともにテレメトリーデータを解析。2人のデータを比較。シューマッハ、コーナー進入時、アクセル回路がゼロにならず、ブレーキペダルの踏み込みとスロットル回路がきれいに重なり合ってオーバーラップしていた。ブランドル、右足でブレーキを踏むため、アクセルオフからブレーキオンの間に明確な空白時間、タイムラグが存在していた。テレメトリーデータを確認したら、シューマッハの場合は、アクセル回路が下がると同時に、ブレーキペダルの踏み込みが強くなっていったっていうことですね。綺麗にオーバーラップしていたと。で、ブランドルさんは普通の右足ブレーキの運転なので、アクセルを離してブレーキを踏むという作業をするわけですけど、その間に、わずかな時間でしょうけども、空白時間があったと。シューマッハが左足ブレーキプラス右足スロットル同時踏みによって B192 の過敏なリアの挙動を抑え込み、異常なボトムスピードを稼いでいることを知ったブランドルは、同じことをやらなければこの男には絶対に勝てないと痛感。シューマッハの左足ブレーキの操作によってB192 の挙動を抑え込んで、コーナーリングのボトムスピードが非常に高いっていうことを分かったので、自分も同じことをやらないといけないって思ったわけですね。で、ブランドルはその時のことをこう言ってます。私の左足はそれまでクラッチを床まで一気に踏み抜くことしか知らなかった。F1 のブレーキペダルに必要なミリ単位の油圧微調整を行うのは、まるで左手で文字を書こうとするような違和感だった。テストやフリー走行でターンイン時にフロントタイヤを派手にロックさせ、フラットスポットを作るシーンが多発。左足ブレーキに挑戦したんだけど、やっぱりそれまでやってなかったわけですから、ミリ単位の繊細なブレーキコントロールを行うのはすごい難しかったっていうことですね。で、フリー走行とかテストの時に試してみたんだけど、コントロールがうまくいかなくて、タイヤをロックさせてしまったっていうことですね。これは無理もないですよね。右足ブレーキでずっとやってきた人が、いきなり左足ブレーキを始めたら、多分こうなると思います。だから私は途中で諦め、自分の得意な右足ブレーキをベースに、トレイルブレーキング、残し足、を極限まで高めるアプローチに切り替えた。自分の得意なスタイルでマシンをアジャストする方がミハエルの真似事をするよりはるかに速く走れたからだ。シューマッハと同じ左足ブレーキをするのは難しいということで諦めて、その代わりトレイルブレーキングを極限まで高めたと。その方がシューマッハの真似を無理にするよりも速く走れたってことですね。左足ブレーキができないにしても、じゃあどうすれば速くできるかって考えて、さらに挑戦するっていうブランドルさんの姿勢は素晴らしいですよね。ブランドルさんのドライビングがどのように変わったのかっていうのを紹介します。特定のコーナー限定での左足ブレーキ使用。すべてのコーナーで左足ブレーキを使うのをやめ、リアが一気に抜ける危険がある高速コーナー進入など、ピンポイントで姿勢制御が必要な場所だけ、左足でブレーキをちょんと当てる技術を取り入れた。左足ブレーキを 100% やめたわけじゃないんですね。ここで書いてある通り、高速コーナーの進入で、ここはどうしても車の姿勢を制御したいっていうそういうピンポイントだけ左足ブレーキをちょっと踏んで車を落ち着かせたっていうそんなとこでしょうかね。もちろんメインは右足のブレーキになるわけで、右足によるトレイルブレーキング、低中速コーナーでは右足ブレーキ、
その代わりクリッピングポイントまで右足のブレーキ圧をほんの数%残し続けるという高度な残し足テクニックを研ぎ澄ませた。これにより左足ブレーキを使わずともフロント荷重を絶妙に残し、リアのブレークを防ぐことに成功した。右足ブレーキなんだけど、トレイルブレーキングを極めることによってかなり左足ブレーキに近い荷重のコントロールをできるようになったということなんでしょうね。これは本当に素晴らしいですね。これをシーズン中に戦いながら完成させるっていうのはとても難しいと思います。ブランドルさんだからできたゲートという気がしますね。で、ベネトンのエンジニアのパット・シモンズさんはこう言ってます。マーチンは決して諦めなかった。彼は B192 という扱いづらいマシンに対して自身のスタイルを変え、エンジニアリング的なアプローチで課題を克服していった。シーズン後半の彼のパフォーマンスは非常に高く、チームに不可欠な存在となっていた。ブランドルさんがそうやって努力をして安定した速さを手に入れてポイントもすごい稼ぎましたから、やっぱりチームの人たちも非常にブランドルさんを高く評価してたんですね。なぜか92年限りでクビになってしまいますが、これは有名な話で、ブリアトーレはそれを非常に後悔して何年経ってもブランドルさんに謝罪をしてたそうですけども、でもとにかくそれぐらいブランドルさんの仕事ぶりは素晴らしかったし、速さも非常にハイレベルだったっていうことですね。今回ブランドルさんのドライビングのことを調べていたら、もっとすごいことがいろいろ分かって、この翌年リジェに行って、94年はマクラーレンに行って、で95年は今度はまたリジェに行くわけですけども、毎年マシンが変わりながらもブランドルさんは最初に紹介した通り非常に論理的なアプローチで車を乗りこなしてました。純粋な速さに関してはセナ・シューマッハには若干及ばないのかもしれませんけども、車への理解力であるとかセットアップ力、チームに対してのフィードバックという意味では、本当に彼らに見劣りしないドライバーなんじゃないかなと思います。ブランドルさんのドライビングの分析の動画は、また作りたいと思います。じゃあ、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございます。ちょっとここから先、ぼやきになるので、聞きたくない方は終わりにしてください。この B192 という車を詳しく紹介している、いつも私が愛読している GP カーストーリーなんですけども、GP カーストーリーの B192 が発売されたのはもうだいぶ前、10年以上前なんですけど、このシューマッハの左足ブレーキについて全く触れられていません。で、ブランドルさんのインタビューもあるんですけども、ブランドルさんからもそういう説明は全くありませんでした。非常に乗りやすい車で、セットアップは1年を通してあまり変えなかったということを言ってました。おそらく彼のドライビングスタイルが決まって、その後は車のセッティング自体はそんなにいじらなかったという意味なのかなと私は解釈してます。ただこの B192 を乗りこなすための左足ブレーキが必須であるとか、ブランドルさんがここまで苦労してドライビングを変えて乗りこなしたであるとかっていうのは GP カーストーリーには全く書いてありません。あの雑誌のスタッフの人たちがドライビングというものを全然わからないのか、それともそういった内容を掲載しても読者は喜ばないという判断でインタビューで全く聞いてないのかわからないんですけども、私がずっと前に作った動画でブランドルさんはこうやって B192 を褒めてますって、非常に乗りやすい車ですっていうような紹介をしたと思うんですけども、全ての車においてそうなんですけど、本当に自分で世界中のあらゆる情報を調べて動画を作んなくちゃいけないなと反省しました。一つの雑誌の情報を見てそれが全てだと思って昔は作ってたので、ちょっとぼやきと反省です。長々とごめんなさい。いつも高評価ありがとうございます。コメントも本当にありがとうございます。非常にハイレベルなドライビングに関するコメント皆さん書いてくれて、私もそうなんだって本当に勉強になることが多くてありがたいです。感謝しております。チャンネル登録者数もすごい増えてきて、もうすぐ1万人に行けそうです。直近の目標として1万人ということで頑張ってきましたので、本当にいつも見てくれる方、いつも励ましてくれる皆さんのおかげで、なんとか1万人いけそうです。もうちょっと頑張って1万人目指したいと思います。で、そしたらまた次の目標を考えたいと思います。またよろしくお願いします。